まずはスタートです。このスタートを飛び出したのはエスパルスドリームレーシングでした。そしてレース序盤は吉村鈴木が引っ張るというようなそんな展開ありました。一旦はこの EWC チャンピオンシップ争い、逆転を狙った TSR ホンダが先頭に立つというそんなシーンもあったこのレースの序盤。ただそういった序盤、そこを断ち切るようにまずは川崎レーシング、そしてヤマハファクトリー、さらにはレッドブルホンダと、このワークスチーム3強のチームが一気に上位に上がってきて、もうレース序盤からずっとこう3強の争いというような形になりましたよね、北川さん。トップに立ったチームがですね、また追い上げられて抜き返される、その繰り返しでしたもんね。もうこうスティントごとにこう着順が入れ替わり、そのタイム差が縮まりというような、さあこちらもヤマハと川崎が同時にピットインして、そのままもう同じタイミングで出ていくというようなそんなシーンもありました。そしてこのバックマーカーがこう入り乱れる中で、川崎のジョナサン・レイが一気にこう前に上がっていくというようなそんなシーンもありました。ここでも本当にこの3強の争いがもうレース終盤までずっと続くんですよね。すごい争いですね。いやもうこれは本当に前半から歴史に残る鈴鹿八大と言ってもねいい、そんなレースがもう最終盤までずっと続いていました。ここももう本当に高橋がもうこのバックマーカーを縫うようにしてかわしていくというようなそんなシーンがありました。もう残り1時間を切るようなところになってもまだこうレースの趨勢どうなるかわからないというようなそんな状況が続いた今年の鈴鹿八大。こちらもここはもう中須賀も懸命に踏ん張ろうというシーンだったんですが、さあそしてヤマハのピット、そしてホンダのピットとこの最後ラストスティント、ホンダはもうここね高橋匠が決意のダブルスティント、ダブルでいきましたからね、高橋匠選手ね。ただそれをその思いを打ち砕くようなジョナサン・レイのこの走り、ジョナサン・レイ早かったですね。ただねこの後残り1時間切ったあたりで少し雨粒が落ちてきて、ここでジョナサン・レイが高橋匠をかわして先頭に立ちますが雨が落ちてきました。そしてこの雨によってアレックス・ローズのものすごい追い上げがありましたね。ローズ早かったですね、この雨の中ね。もう1周で3秒そして5秒と詰めていくような、そんな追い上げがあって、そしてここで残り残り6分というところですが、EWC チャンピオンシップを争うスタートがエンジンブロー、ドミニク監督のこの最後の鈴鹿、そしてこのオイルに乗る形、川崎レーシング、そうですね、KRT ラストラップですからね。ラストラップもう残り1分を切ろう。そしてこのバックマーカーがこう入り乱れる中で